ドクタースランプが始まって成功したのはいいんですが、半年ぐらいで鳥山さんは連載をやめたいと言い始めます。どうしてかっていうと、ドクタースランプっていうのは1話完結で話が終わるんで、すごく1話完結って今でもそうなんですけど、話を作るのが大変なんですね。で、僕はよくボツと言ったらしいんですけど、ボツつまらないところを直してくれって言うと、15ページのギャグ作品なんで、ここを直してくれっていう、面白くないから直してくれって言うと全部直さなきゃいけない。そういうことが続くと、とても毎週やってると大変だと。週刊連載っていうのは7日間しかないわけですね。で、大概お話に3日か4日かかって、原稿に2日ぐらいかかって、残り1日あるかないか。これを半年続けて、やっぱりものすごく彼はきつかった。で、ドクタースランプをすぐやめたいと言った半年で。ところが、ドクタースランプ大人気で、テレビアニメの話ももう来ていて、おまけに少年ジャンプのナンバーワン漫画になってしまって、コミックスも初版200万部も出てしまって、やめるわけにいかない。で、当時の編集長と話をしたら、ドクタースランプより面白い話が作れるんだったらやめてもいいと。よく考えればこれものすごく無茶な話でね。だけど彼が辞めたいと言ってる以上、次の可能性を探らなきゃいけない。そうすると7日で書いていた原稿を5日で書いて、2日をなんとか時間を取って、この2日を貯めていくことによって次の読み切りを書いて、次の作品の候補を探るっていうことしかなくなったわけで、彼も作家として人気が出ていたし、僕も編集として自信が出てたんで、割と簡単に次の作品の候補が見つかると思って高をくくっていた。ところが作る読み切りが全く読者の反響がない。で、もうほとほといい加減お互い疲れて、でいつも名古屋と東京なんで電話でやり取りしてたんですけど、彼との間でもうどうしたらいいか分かんなくて、顔を見て話をした方がいいだろうってことで名古屋に行って、次どうするかって話をして、だけどやっぱりいい案が見つからず、僕とすればしょうがないから、もう一回また東京に戻るしかないなと思ったところに、奥さんがお茶を持ってやってきてくれて、奥さんも実は漫画家なんですけどね。で、奥さんが言った一言がものすごく僕の耳に残ったんですね。どういうことかっていうと、普通漫画家は、だから奥さんが言うには、彼はすごく漫画家として変わってると。どういうことかっていうと、普通漫画家はラジオを聴いたり音楽を聴きながらペン入れをすると。それは手元だけ集中してれば耳は開いてるんで気分転換だから音楽を聴きながらって、それ漫画がよくあること。ところが彼は映像を流しながら仕事をする。どういうことかっていうと、ビデオで映画を流しながら仕事をする。ってことは普通ありえないんですね。なぜかというと、手元に絵があるのに映像があるってどうやって見るわけって。そしたら彼は確かにそうだと。なんでそんなことするのって言ったら、いや、僕はですね、ある映画が好きで、その映画のセリフを聞いてると見たいシーンがわかるから、その時だけ手を止めて映像を見ると。で、それって何って聞いたら、ジャッキー・チェンのカンフー映画だと。で、どのぐらい見てるのって聞いたら、ざっと50回から100回見てると。で、そんなに好きなんだったら、一回漫画に書いてみないって書いてもらったのがドラゴンボーイっていうドラゴンボールのモデルになった漫画ですね。そしたらこれがたった13ページの漫画だったんだけど、ものすごい反響があったんです。で、これがドラゴンボールの元になったわけですね。それでようやくドラゴンボーイっていう作品ができて、ドラゴンボールっていうネームを彼が作り始めて、でようやくドクタースランプをやめられるめどがあって、2年8ヶ月経ってドクタースランプを終了しました。その後ドラゴンボールの連載を始めた。連載的に言うと3ヶ月空いてんだけど、彼からすると終わったところから
次のドラゴンボールの関東からまで実は2週間しか時間がなくて、彼は、その間2週間しか休めなかった。でその2週間の間に次の連載の準備を始めなかったいけなかったんで、ものすごく大変だったって僕にあとものすごく恨んでるって話をしたんですけどね。でドラゴンボールが始まったのはいいんですが、実はドラゴンボールは最初からすごく人気があったっていうわけじゃなくて、このままいくと、連載が終わってしまうっていう感じだったんですね。でこれはものすごくピンチで、分析すると原因はたった一つで、悟空っていうキャラクターが印象的じゃないと、子供たちに対してあんまりインパクトがない形になっていて、この悟空をどうやって子供たちに印象づけられるかっていうことをもう一回リセットしてやらなきゃいけなかった。それでどうしたかっていうと、鳥山さんと話をして、亀仙人以外のキャラクター全部一回捨てて、悟空っていうキャラクターはどういうキャラクターなのかっていうことを彼と話をして、強くなりたいとその一心、その一つの希望だけで生きてると、そのことが大事だっていうキャラクターにしようってことで、対比的にちょっとせこくて意地悪なキャラクターを作って、悟空のキャラクターをはっきりさせようってことで、それで作ったのがクリリンなんですね。で悟空とクリリンが亀仙人の下で修行するっていう話を始めたところ、もう本当に下の方に落ちていたアンケートが一気に上がって、で次僕らが考えたのは、修行はそんな長くやらせるつもりなくて、天下一武道会っていうのを設定して、そこで戦うことによって悟空がどれだけ強くなったかを見せようという、そういう発想でやったんですね。で日本人が好きなトーナメントっていうのは、これは日本は甲子園の野球があるんで、こういうふうにどこが勝ち上がってどこが残るのかっていうのは分かりやすいし大好きだったんで、それを利用して天下一武道会っていうのを設定して、そしたら本当にさらに人気が上がって、ドラゴンボールはうまくいくようになった。でもう一つあるのは、当時少年ジャンプで圧倒的人気だったのは北斗の拳で、これを研究したわけですね。で北斗の拳は、ブルース・リーの映画を元にして、一発こうパンチを入れて、その後にどういうふうに相手が怪我をしたりダメになったりするかっていうことを見せることによって、主人公のパンチの力を示すっていうことをやってたわけです。でこれを真似てもしょうがないんで、ドラゴンボールはジャッキーの映画なんでね、元になってるのが連続的な動きの中で、どういうふうにしてスピード感で悟空の動きを見せて敵を倒すかってことを研究して、これを漫画界に取り入れた。でそれがうまくいって、ドラゴンボールは僕らが思うより早く北斗の拳を抜いてナンバーワン漫画になることができたんですね。